秋葉の鈴木です。鈴木義孝君。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあまずフレッチから。フレッチから大人気モーターですね。そうですね。もうだいぶ発売してから時間は経ってるんですけども、まだまだ人気で、一番の特徴はやっぱりファンがエンドベルについていることと、他にないモーターになりますので、冷やし方としてもバランスを取れるようにセンサーも含めてコイルのところもですね、やっぱり後ろについているというところが、前でも本当はいいんですけども、横からですとやはりその消える箇所が偏ってしまうので、偏ってしまうことで出力のバランスが崩れてしまうと。確かにレスポンスもいいモーターになりますので。吉高君の冷却はどうですか？消えてます。次はラッド。こちらも発売から1年ほど経っておりますね。位置づけとしましては、価格帯としてはミドルクラスのような感じになってるんですけども、WX がコンペのフィーリングとしては繊細な加速感に対して、ラッドはパワフルで、いい意味で穴っぽい、今好まれるようなフィーリングになるかと思います。荒々しい吉高君。次行きましょう。WX の方を紹介します。こちらもだいぶ経っておりまして、けどもまだまだ根強いハイエンドクラス、コンペティションのアンプになっております。こちらはラッドに対して、先ほど申し上げたように繊細な加速感、欲しいスピードが欲しいだけ得られるというようなフィーリングになっておりますので、非常に滑らかなアンプとして有名ですよね。そうですね。セッティングをちょっと触ればですね、ラッドのようなかなりパワフルな加速感になりますので、ぜひお試しいただければ。ありがとうございます。次はタオサード、ジャービス WX とラッド、あとは双葉さんの MC970、971をセッティング変更できるものになってますので、こちらの方はですね、近々ファームウェアのアップデートも予定しておりますので、ターボ関連機能がかなりブラッシュアップされると思いますので、よりパワフルにコンペ向けになるかと思います。いろんな機能があるんでね、ぜひ皆さんも使ってみてください。パルスマスターというですね、最近の新商品パルスマスター、こちらがですね、信号何でもデジタルの信号っていうのはですね、区形波というもので成り立っておりまして、どうしてもその区形波というのがオンオフを繰り返すことでなめというですね損失が出てしまうんですね。なめるっていうことですか？なめると、こういうこういうことですよね。こういった損失を補正するところに特化したものになりますので、ちょっと分かりにくいんです。デジタルっていうのはオンオフで0と100、全部この繰り返しなんですね。で 1kHz っていうのはこれが1秒間に1000回ある。ドライブ周波数で16キロ言うたら1秒間に1万6000回オンオフしてるんです。で本来はピタッと100に上がって、一定時間、その100を維持してスマーンとゼロに落ちるんですが、こうならないんですね。でこれはラジコンに限らず、例えば家電製品でも何でも全部そうなんです。でこれが斜めに落ちていってしまうんですね。実は立ち上がりの時もちょっと斜めに上がってみたいなことがあって、これを舐めるという言い方をするんです。で実際に綺麗に信号が出てないっていうことは、皆さんどうしてるかというと、無意識な指で細かく調整しちゃってるっていうことがありまして、でなんとかこれを100% までは無理にしても、できるだけあるべき姿のところまで持ち上げられないかということを考えてて、できっかけは何かというと、ある、音楽のマニアの方とお話ししてて、アンプってあるじゃないですか、ステレオの。で、音楽の愛好家の方は、やっぱりアナログがいいんだよと、音が滑らかで。そのところがある方にお話しすると、デジタルが絶対で、それこういうことがあるじゃないかって言ったら、いや僕うちのはこれ極めてきっちりできてると、それいくらですかって言ったら音楽を聴くこういうアンプ1台1000万とか2000万にそれがで、そんなん誰でも買えないので、っていうか基本的に買えないので、で普通の信号をちょっとでもこうすることでちょっとよくできないかっていうことでずーっとやってて、たまたまできそうだっていうのでできたのはこれなんです。だからパルスマスターっていうのはこの区
区形波周波数をきれいにするっていう意味でパルスマスターっていう名前にしてで、ただそういうものなので発売の時にお店にご紹介する時に、例えば初心者の方だと指の動きと車の動きが連動してないのでつけても分からへんと思います。である程度やってる人だとってなると思うんで、お客さん高いものなのでね、お客さんの習熟度に合わせて進めてあげてくださいっていう話をしてたんですが、大阪の方でこれはスーパーの青木さんなんですけど、店長なんですけど、2個つけて遊び出したら全く初めての人とも全然違うっていうぐらいで、関西の方ではもう2個漬けっていうのがかなり一般的になってきたんですけど、で実はお話聞いてると4つぐらいつけてる人もいらっしゃる。だけどその100円200円のものやったら4つつけていただいていいんですけど、やっぱり高いのでね、で2個ぐらいまでは相当効果の違いは分かると思います。で3つ4つと重ねていって3倍4倍にはならないので、ここがどんどん狭まっていってるだけなので、ただし2つ漬けだと相当効果は高いみたいで、おそらくここに出られてる方でもいっぺんつけられた方はもう外せないって皆さんおっしゃってるぐらいのものなので、まだ触られたことのない方は、お友達を見つけてぜひちょっといっぺんつけたものを触ってみていただければと、でその上でいいとなったらご購入いただければと思います。ちょっと今までうちが出してきたものと全然違うタイプのものです。全く違うもんなんですね。シュバリエっていうのは基本的にはバッテリーの補助ですし、トレースとかコアっていうのは電気の流れを良くするとか摩擦係数下げるとかそういうもので、あるいはレシーバーの電圧ダウン、ベクター、トレースとかベクターとか、これ全く別のものですけど、これはぜひおすすめです。ラーメンは煮卵2つですか？もう無理やりやね。もうちょっとなんか答えやすいデバイスステーションという、仮の名前なんですけども、こちらですね、先ほどのパルスマスターだったり、今までのコアだったりブレイズだったり、こういったものが増えてきて、一つの端子に取り付けるのがもうちょっと大変というかですね、不可能に近い状態になってきたので、これを解決するためのこういった分岐のものになります。確かにここに全部つけるのは大変ですもんね。もじゃっとしちゃいますもんね。まだ開発中なんですけども、最終的にはこの基板はケースでカバーされますんで、デザインにシュッとした感じになると思います。スペア関係、スペアパーツ、フレッジとアジャイルのローターのクリアランスを調整するための、シムになります。こういったものも発売いたします。これの変える基準っていうのはどういう風でしたっけ？そうですね、ローターの方をですね、軸をですね、軸方向にこう動かしてみていただいて、クリアランスがちょっと大きくなってきたなと思ったら替え時かなと。でそのクリアランスがあまりにも大きくなりますと、センサーの方にマグネットが接触してしまって、センサーが壊れてしまいますので、それを防ぐために、あんまり上下動が激しくなっちゃうと壊れちゃうってことですよね。笑ってますもんね。何も言ってないですよ、僕。ニコ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 。何も言ってないですよ。最後も両面テープになりまして、こちらの方ですね、アンプだったり、パルスマスターだったり、あとは S バスのアダプターだったりを固定するためのテープとして使っていただければ、で発熱だったりですね、いろんなところにくっつきますんで、特殊な素材を使っておりますので、かなり強力な感じですかね。使いやすい形にカットしてありますからね。ぜひともよろしくお願いいたします。鈴木君もだいぶ慣れましたね。あんま笑かさんとってください。僕あんま変なこと言ってないですよ。社長の目が光っとるもんでね、あんまりちょっともう十分言うと。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。